鎌倉時代の刀は今持ってますよ。日本刀の一番のその本質のような気がする。大学を卒業されても古美術一本というそうです。Hi guys, I'm Joshi from Tokyo, Japan. Today I'm in Ueno and I'll interview the owner of Antique Shop about his life. Leave your comments and don't forget to like the video and subscribe to my channel. Let's go! こんにちは。今日はよろしくお願いします。最初にですね、杉江さんの現在のお仕事について教えていただけますでしょうか。基本的にはうちは古美術っていうか、うちの主力商品が刀剣とか今、それに付属する鐔小道具というものが基本的に中心でして、その他のものは、この非常に人通りが多いところですので、様々なものをこういうふうに置いておるというのが現状でございます。刀の専門というふうに考えているわけですね。そういうことで言えば、おっしゃってるその通りだと思ってます。骨董品っていうと、分かりづらい部分もあるかと思うんですけれども、資産的なものとして考えた方がいいのか、楽しみ、個人の楽しみで持っているというものなんでしょうか。我々昔のその言葉で言うと、我々書画や道具屋っていう言葉が出てくる。で書画っていうのは、例えば掛け軸であるとか、屏風であるとか、昔のもので、額であるとかっていうことになりますね。で、道具っていうのは使うものなんですよ。だから、ある面ではその茶道具でも、例えば食器でも、使ってよしというようなものもあるんですね。だからその辺のことを思うと、使ってよくてそれで人気が出てるような資産にはなるんですけれども、基本的には使う道具というふうに考えていただくものも、現実にはあるんですね。それは基本的に資産になるかっていうと、そこのものは非常にそういうふうに難しい部分があるんですが、すべて資産がないということでもないんですが、逆に買って、使ってみて、それに使うときに価値があるというふうなものもございますね。何年ぐらいこの美術品を？戦前は私の、おじきがやってたんですけれどね。戦後はずっと私がやって、大学卒業の時にうちの親父がノイズで倒れましてね。それから私が引き継いでるっていうことで、今私70、もう少しで1なんですけれども、約50年という、そういう年季は経ってますね。そうしますと、50年ご商売をされていて、その美術品、一括りできないとは思うんですけれども、価格というのは上昇しているものですか？バブルまではおっしゃるその通りだと思うんですがね、今は非常に難しくて、むしろデフレの影響を受けてると思いますね。バブルの時に、基本的にバブルが入ったものっていうのは株、土地、美術品なんですよ。で、株はもう今逆にその反転をしている。それから土地も、東京の土地で見れば、山手線の中なんかだったら、それに近いところにまで来てると。残念ながら我々の美術品のものは、変な話でまだ底辺をさまようような、すべてとは言いませんけれども、そういうような傾向の品物の方が多いですね。では、これから骨董品収集始める方にとっては、価格的には魅力があるというふうに考えることもできますかね。ですから、ただそれが、非常にその難しい部分で、例えば、バブルの時の一つの我々の美術品の、なんていうかな、指導役っていうのが日本画だったんですよ。横山大観であるとか、石田春草であるとかっていう、そういう有名な日本画の、そういうものが、新しいところだと平山郁夫とかそういうような、これも人気のことだから、それで買う人がいなくなれば下がると。そういうもので見ると、象徴的なものは日本画で、それに関連するものっていうのは、今どちらかっていうと底辺を張ってるっていうのは今の現状だと思いますね。だから物によっては、逆にいろんなものが、こういうふうに上がり下がりがあるんだけれども、日本画と、あともう一つ、抹茶道具なんかもそのバブルの時には高かったんですけど、今やっぱやる人がいなくなって、特にコロナっていうそういう影響もあって、どちらかってそちらも底辺を張ってるって、むしろ底割れしてるというような今の現状だと思いますね。杉江さん、こちらの刀がたくさん並んでいるんですけれども、日本の刀について簡単にご説明いただいてもよろしいでしょうか。刀っていうのは、いわゆる鉄を鍛えてそういうふうに作ると。作り方っていうのはご存知のようにカチンカチン鉄を混ぜて作るわけなんだけれども、鉄の刀の中でこの木の肌と同じように肌ができてるんですよ。だからそれが正目になったり、板目になったり、木目になったりといろいろな部分があるんですが、そのもので見ると、そこのもののその価値っていうのはやっぱ他の社会にはないんじゃないかと。地肌のそのものを見るっていう、もちろん刃文もそういうその焼きを入れてそのものの美しさもあるんですが、その地肌のそういうものっていうのは、すべての刀剣とか武具を私は、他の剣とかそういうもの、外国のものは、わかりませんけれども、そこはおそらく日本刀の一番のその本質のような
気がする。その良さっていうものは、いわゆる木の肌と同じような、それが大きくなったり、正めになったり、それからまだ細かくなったり、他のところにないものっていうのはそこなんじゃないかという気がしますけどね。京都のものは、山椒のものはまたそういうもののある面では、公家立ちみたいなもんですし、備前のものはまた違ったその移りっていうその波紋がこう移るような、そういうような特徴があったり、大和のものはそのお寺のみんなそれぞれ抱えた刀鍛冶がいるんですよ。それが逆にその正面になったりって、そういうようなものの特徴があって、それがまたいろんな流派に、九州行ったり地方に行ったりっていう形でこういうふうにこう変わってくるんですけれどね。そういうことのもので見ると、基本を押さえるとなかなか、ある程度は論理的に分かりやすい部分もある。刀鍛冶の歴史といいますか、産地のお話をしていただけたと思うんですけれども、これはもうかなり全国にわたっているものなんでしょうか。いや、昔はですから、鉄の産地だったんですよ。古東と新東っていうのが、いつが分かれ目かっていうと、関ヶ原の1600年以前を我々古東って言うんですけれども、その古東のものっていうのは鉄の産地なんですよ、基本的には。鎌倉みたいなもんで、刀鍛冶を鎌倉に鎌倉ばっかり指集めて作った。京都もその意味合いじゃ、その鉄の産地っていうわけではなく、そういう需要があったところの、そういう意味で大和もそうですね、そういうことで見れば、お寺の僧兵のために作ったっていうものがあるんですけれども、新刀っていうのはその南蛮金って言って輸入金なんですよ、鉄を。古刀の場合はみんな日本のそのいわゆる玉鋼ってそういうものなんですけど、その本質のそのものが違うっていう部分もある。とても面白いお話、歴史的なお話で、1600年を境にして刀のその材料が国内品から輸入品に変わったと。鎌倉って言いますともう1100年ぐらいのお話ですよね。まもなく1000年前の時代でございますよね。その頃の刀というのは今も残っているんでしょうか？残ってます、残ってます。私もそれはその鎌倉時代の刀は今持ってますよ。鎌倉のものっていうのは、たくさんあるわけでもないけど、比較的残ってますね。刀によって価格違うと思うんですけど、鎌倉時代の刀というのが、購入するとしたらいくらぐらい？いや、それはまあですから、その商品価値っていうのは鎌倉時代でも、例えばもう疲れてひょろひょろのものもあるんですよ。それからこれまた欠点があって、刀に火が入って焼き直されたものっていうのがあるんですよ。そうすると値段っていうのはその意味合いでは全然違ってくるんですよ。だからそれは考え方によれば、もう疲れてそういうものであっても、そういうものがいいということであれば、格安とは言わないけど、それほどの金額でなくても買える。名がある、名がないっていう、罪名と無名っていうもののその差もあるんですけれども、罪名のもので、しっかりそういうもので、今でもこの欠点がなくて残って、それだけ、有名な刀鍛冶のそういうものであれば、それは鎌倉時代のもので、健全で、そういうものの何もあれっていうのは基本的には、十分国宝に通ずる部分があるんですよ。だからそういうもので見れば相当高いものであるという、本当にそういうものの、なんていうか、筋のいいものっていうのはそういうことになるし、逆に江戸時代になってくると、今申し上げたように、町の価値が当然、いわゆる輸入金のそういうものですから、江戸でも大阪でもたくさん出てくるんですね。逆に古刀のそういう今の申し上げたそういうものってみんな大名の蔵に入ってたものだからね。刀狩りっていうのは二つの意味合いがあって、農民、普通の一般庶民から刀をみんな武具を取り上げるっていう豊臣秀吉のそういうものはそれであるんですが、逆にいいものを全部、その大名とかその力のあるところが待ち抱えた部分もあるんですよ。だからそういう古刀のいいものは基本的なその健全でしっかりしてそういう間違いないもののいいものっていうのは大名、しかもその大名でも前田家であるとか、御三家であるとか、力のあるところにみんなこういうふうに収集されてると。それが現状の話ですね。桁で言うとどれぐらいの？うちで持っておるっていうのは1000万単位ですわね。だから、1000万前後もう少し出る部分もあるんだけど、それ前後で。十分国宝になれば、それは5000万以上ってことになりますよね。本物か偽物かの見分けというのは専門家の方にはできると思うんですけれども、素人、一般的なものはどのように注意をしたらよろしいんですか？失敗して覚えるっていう部分も当然あるんですけれども、刀の場合はまだそのいろんなものが分かりやすい部分が、これを素人で、いろんな、例えば焼き物でも、当然技物もあれば、その写し物みたいなものをたくさん黒谷とか、例えば高い焼き物ありますね。茶碗でも、楽茶碗でもそうだ。みんな技物が多いんですよ。それはよほど、何十年もやって、うんぬんっていうのは、それまた話は別かもしれませんけど、僕は変な話でお店を食べられることだと思いますね。それは、もしそういうもので本当に集めるということであれば、
その信頼できるお店を探されて、そこでそういうものをいろんなもので相談されるっていうことが、正しい道だと思いますけどね。例えばその海外のお客様が購入されて、飛行機で帰国されるときに、何かこう、手続きとかを事前にしておくものですか？それは、輸出監査証明って、その海外の日本刀の持ち出しで、今のその銃刀法のその登録書を、返却しなくちゃいけない。そのために輸出監査証明っていうものを取らなくちゃいけないんですよ。で、それがだいたい2週間、今日、下手したら3週間と言った方がいいかもしれませんね。それくらいの時間がかかるんですが、それは、もしそういうもので、例えばうちの店でも買っていただければ全部やるんですけれども、それをお持ちいただければ、あとは問題全然ないです。そうすると輸出が。だから輸出飛行機に乗ってそのものをお持ち、日本から国外にお持ち出すことはできるんですよ。ただ、国によってその日本刀とか武具を、一切、そういうことで入国させないっていう国もあるんですよ。これは国によって違う。ただ、アメリカとかイギリスとかっていうものだったら全然問題ない。オーストラリアとか、それも問題ないと思いますね。中国なんかは、基本的には、特殊な手続きなんていうか、その人脈を使わないと、基本的には入れないと思いますね。少し話題を変えさせていただいて、今年71歳。はい。生まれは東京で。もうこの場所で私は、そういうことで生まれて。もうこちら上野生まれ。上野です。はい。いらっしゃいますね。杉江さんがお子様の時はどのようなお子様でいらっしゃいました？貧乏商店のコワーキングの子供っていうことぐらいだったんじゃないんですか？大学は進学されましたですか？大学は行きました、それは。だからもう最初はこの商売継ぐかどうかっていうのは迷ってた部分もありましたからね。なんか大学の時にされていたスポーツとか、だからそれご趣味はございますか？趣味ってのは、だから自転車部にやってたんですけどね。だからかといってそれがそんなに、選手として、何も有能であったとかそういうものでもないし、ありきたり、それ以上に、大学の時にちょっと親父が脳溢血で倒れて、それからこの商売やり始め、やらざるを得なくなった部分もあるんですよ。会社勤めようっていうことも、心の中ではなくはなかったんですけど、流れでそうなっちゃったっていうような気がするんですけどね。どうしてもやらなくちゃいけないし、こっちも稼がなくちゃいけないとか、そういうものの、その番頭もいたし、いろんなものもあったんだけれども、どうしても自分がそういうふうに動くっていう立場になっちゃったんですよね。そうしますと、大学卒業されて、どこかよそに就職をされることなく、最初からもこっちに。そうです。だから私は人に使われた経験がないんですよ。だから人を使ってたこともあるんですが、だから逆に人の使い方は私は下手なんじゃないかな。全然そういうもののあれは、どちらかっていうと、だから、この商売もまた人を使う商売でもないって、バブルのまではこういう時だったからいろいろやったことあるんですがね。それ以降逆にずっと今でも逆に持ってると下がってしまうっていう社会ですから。だからなかなかその人を使うこともできないし、また使い方も果たしてうまかったかどうか自分で反省してみると、おそらくだから人は使えない人間なんだな、僕は。いえいえ。そうしますと、大学を卒業されても古美術一本ということですね。そうです。もうやらざるを得ない立場でしたからね、それは。それはもう、見切りをつければ、あとはもう突っ走るっていうか、正直言って、自分で稼がなかったらどうしようもなかったわけですから。それは逆に、そういう意味合いで今になると、最初、大した資本じゃなかったんですけども、そういうことでいろいろこれ回していくと、いろいろなものが、自分で、少しずつ、新種を増やしたっていうと、お叱り受けるかもしれないけども、この建物も自分で建てたんですよ。だから25の5、6ってかな、あれで。だからそういう意味合いで見ると、まだこういう時だったから物事が比較的入った時は良かったんですよね。オイルショックの後で、その日本に決していい時じゃなかったんだけど、基本的にはバブルまではいろんなこの商売楽だった。バブル以降はもうひどい、厳しいそういうもので、まして、コロナで、さっき言ったお茶道具屋さんなんかでもさらにもう激減するっていう。だから悪いことがずっと平成のバブル以降はほとんどいいことがないっていうふうに思ってますけどね。ご商売も波があった、波どころか、こうあってずっと今でも、今もこう下がり傾向。私今でもだから、デフレがそういうふうに収まったとは思ってないですよ。まだひょっとして、いや、それはこの商売だけじゃなくて、新聞市場とかマスコミでも、まだデフレは、かつてのようにあれというわけではないけども、現状のあれでは株は高くなった、いろんなものが、都心のマンションが高くなったって言っても、基調的にはデフレ基調の方が強いんじゃないですか。
これからその先のことでございますけど、何か杉江さんの夢であるとか、計画であるとか、ございますか？それはまだ夢であるかどうかはわかりませんけど、もっとそのものの、国宝十分は法律的には店に並べることはできないんですがね、そういうものをやっぱり扱えるようにもっともっと自分のものをこういうふうに、だからそれは一生できないかもしれない、それをトライをするっていうことだと思ってますけれどね。もっともっとだから品物内容を充実させたいというふうにはそれは思ってます。わかりました。どうも今日はありがとうござありがとうございました。いました。どうもどうも。Thank you for watching How is a Video. In this channel, I show you real life in Japan. Let me know what you wanna know about Japanese life, jobs, and culture. Leave your comments and don't forget to like the video and subscribe to my channel. See you next time. Bye.